それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは今後半年間の仕事運について見ていきます。お仕事どうなっていくのかというところで、今回はお仕事テーマで見ていきます。よろしくお願いします。まずはオラクルカードを使って今現在、そして半年間、今から半年間あなたに必要なこともらっていきます。何が必要になってくるのか、何が鍵となってくるのか、ヒントになるようなワードをもらっていきましょう。こちらのカードはそうですね、失敗への恐れを手放していくっていうのがテーマになっていきます。今現在もそうかもしれないですね。失敗というのがテーマとして入ってきます。ではこちらのテーマをもとにこれから展開していきます。タロットカードを使ってこれから先半年間の仕事運の流れ、周りの様子、環境ですね、仕事環境、そしてより良い流れを生み出していくためにっていうのをもらっていきます。はい、では行きましょう。女帝、カップの9、つなれ人、ペンタクル2番、カップのクイーン、はい、カップの10、はい、そしてソードの4番です。この7枚で半年間の流れ見ていきます。今までの振り返りというのを行っていくと、あなたの中で成功を収めたことだったり、願望成就に近いようなことだと思います。あなたの手で生み出されたものもあったでしょう。長い時間かけて努力したことが実ったとか、目標が一つ達成された、自分の気持ちが満たされるようなことが最近あったと思います。今まで長く時間をかけて積み上げてきたものがようやく完成した、そのように感じますね。実りを表すエンプレス、そしてカップの9が入ってるので、仕事運とても好調、今現在いいんじゃないかなと思いますね。やりたいことができているとか、目標に向かって今あなたが前向きに取り組んでいたり、そのようないいコンディションですねが入ってきています。じゃあ今からこれから先どうなっていくのかっていうところも見ていきます。周りの環境っていうのもすごくいいので、あなたがいかに周りから注目を集めているのか、良い意味でね、注目を集めているのか、そして周りの人が優しくサポートしてくれているのかっていうのが伝わってくるし、それはなぜ周りの人がサポートしてくれるかっていうのは、あなたがもともと周りの人に対して感謝の気持ちを忘れていないからです。なので周りの方々もあなたに対して優しい気持ちっていうのを持ってらっしゃるんですね。あなたの優しさが伝わってきます。そしてクリエイティブな活動をされている方、何かを作り上げている、作品を生み出していたりとか発信している方、自分で活動されている方は特に今後半年間好調なのかなと思いますね。周りからもたらされる運っていうのもあるので、お誘いがあったり引き抜きがあったり、お声掛けいただくようなこと、ご依頼が入ってくるとかっていうこともあると思います。新しい企画が持ち上がることもあるでしょう。とてもいいですね。
あなたも周りの人とのご縁を大切にしていきながら、何かあったら自分も助けに行くし、だから周りも何かあったらあなたのことを助けるしっていうことがちゃんとできている、循環できていますね。愛の循環ができています。サポートはすごくいいですね。で、これから先課題になってくることっていうのが現れています。物事が一旦停滞するっていうね、ここが入ってますね。流れがストップします。このストップするのは大まかに見て3通りあります。一つは今取り組んでいることが完成して、これから新しいスタートを切った時にまた長いスパンで物事が始まっていくという意味で、今まで順調に流れてきたものが一旦終了して新しい目標がずっと続いていくっていう可能性が一つと、もう一つはあなた自身の体調の問題ですね。体調を崩してしまって思うように動けない、仕事に取り組めなくなっていくっていうのが2つ目で、3つ目は今取り組んでいることや叶ったこともあるんだけれども、仕事そのものでうまくいかなくなっている、仕事全体的に停滞していくっていうのが3つ目のパターンです。はい、そしてその中で忍耐っていうのが合わせて出てくるので、耐え時だなっていうような流れになっていきます。ガラッと変わっていくような感じになるかもしれないですね。あなたの中ではせっかく夢が叶ったのにとか、うまくいっていたのにって思うかもしれない。その一方で、こっちね、これから先耐えていくことが出てくるからどうしようっていうふうに思う時も出てくると思う。でも決してあなたは一人ではないです。周りの協力っていうのがちゃんとあるから、ここを大切にしてください。チームワークや思いやりです。もともと持ってるんですけどね、足りないわけじゃないんです。困った時ほど素直に人に相談して助けを求めていきましょう。頑張らなくてもいいんですよ。みんなのために頑張らなきゃっていうふうに思えば思うほど、自分自身が苦しくなっていく。周りのために何とかしたい、みんなのことについて力添えしたい、力になりたい、役に立ちたい、自分でトップを目指していきたい、思えば思うほどどんどんと自分が苦しくなっていって、やがて物事が動かなくなっていく、自分で自分のことを苦しめてしまっていくような流れになっていきます。とてもあなたが優しいからね、誰かから何かを言われて孤立するとか、仕事がうまくいかない、邪魔が入るではなくて、自分で自分のことを苦しめていってしまうような流れですね。そういう時はどうしたらいいのかなっていうのは、周りの助けをもらうこと以外に時間の優先順位をつけることっていうのが入ってきます。自分にとって何が一番大切で何を優先させたいのかっていうことと、もう少し身軽に動いてもいいよ、自分を優先的に考えてもいいよっていうことです。やることがたくさんあるんですね。うまくこなせる力は持っています。それでもうまくこなしていってもあなたの負担が大きくなりませんかっていうような流れになってくるので、大きな仕事を頼まれたり依頼を多く受けたりして仕事量が増えていく可能性が高いですね。残業が増えるとか、やることたくさんある、任されるとか、次第に疲れちゃうのかなっていうのが感じますね。失敗は許されないっていう責任がすごく強くなるのかなとも思います。周りの人のためにっていう気持ちも強いですしね、期待に応えようっていうのが強く働いてくるのかなとも思います。それではもう一つタロットカードを使って違う視点から物事を見ていきましょう。仕事の環境や職場の環境、周りの人たちっていうのは特に問題はないと思います。どこに問題があるのかって言ったら、自分自身で抱え込みすぎてしまうことだったり、あとは責任感が強くなりすぎちゃうところかな。そして動きがだんだん鈍くなってくる。昇格とかもあるんじゃないかな、抜擢されるとかっていう流れになっていって責任を感じやすくなってくるので、少し余裕を持ってやっていけるといいのかなと思う。ここ気になりますよね。
停滞することを深掘りで1枚もらっていきます。なんかね、フールのカード、やっぱりちょっと硬くなっちゃうかなって、思考かな。あと体もね、やっぱりそうかもしれないですね。思うように動けないよっていう風にね、逆のカードですね。耐えるっていう忍耐を表す吊るし人のカードと、ここ自分で自由に自分の道を行くんだっていうフールのカードと逆に入ってきてるので、思ったように動けない。これもね、一時休止のカードが入ってるから、だんだんこう6ヶ月先、だんだんと今現在からかな、ちょうど切り替わっていって、だんだん思うように動けなくなっちゃう。周りのこと考えれば考えるほど自分に負荷をかけすぎていくっていうような流れになっていく。そうですね。で、どうすればいいのかっていうのももらっていったので、嬉しいこと、昇格があったと思うんです。あなたにとって認められたとか、今よりワン段階上のランクに行ったとか、だからこそ来る責任感、許されない失敗とかね、そういうことを自分の中で感じやすいのかな。ミスを忘れるっていうこのカード、これがテーマなんですね。この半年間のテーマです。ミスしてしまってもいいんだよっていう風に自分を許してあげるような気持ちでいること、自分自身が許せないんじゃないかな。誰かのせいにしたいとか、この人が憎いとか、あの人のせいだとかじゃなくて、自分自身で自分を追い込んじゃうところがあるんだと思います。誰にも話せないとか、余計話せない、みんなが優しくしてくれるから、余計自分のこと許せないとかってなっていく可能性があるから、自分自身をもう少し許してあげてくださいっていうことと、休憩入れた方が良さそうかなと思います。これから先ですね、今すぐじゃないんだけど、困った時ほど1日2日くらいかけてお休み取る。で、今これをリアタイでご覧になっている方っていうのは半年間の流れなので、だいたい11月くらい、年末前ぐらいですねまでの運勢なので、間を取って夏休みを取るとか、秋初めぐらいにね、まとまった休みを取るといいんじゃないかと思います。その時にゆっくり寝てリラックスして休むか、そしてあとはもう一つは旅行に行くかして気分転換をすることっていうのがおすすめです。そうですね、アクティブな方だったら気分転換で旅行に行く、小旅行でもいいです。ゆっくり寝ていたいわっていう方はお家でゆっくりくつろいでもいいですね。今これから先、あなた自身の中で課題が一つ出てくると思います。それは自分自身に負荷をかけることですね。周りを気遣って自分で仕事量を増やすとかだと思うので、そのあたりの時間の使い方っていうところをもう一度見直してみてください。それではルノルマンとオラクルを使ってこの半年間天気になるようなことっていうのをもらっていきます。あなたの中でいつどんな時に天気が訪れるのかっていうのをもらっていきます。この半年間は自分の中での失敗っていうのを自分自身が許してあげる。誰に許してもらうじゃなくて、自分自身で自分の失敗を許してあげていきましょう。転機になるようなきっかけ、ツインのカードが入っていますね。自分の相棒のような存在、唯一無二だって思えるような信頼できる人、たくさんの仲間に囲まれてると思うので、その中でもこの人って頼りになる人がいると思う。多分職場だと思います。もしくは職場じゃなかったら仕事のことで相談できる頼もしい存在、パートナーっていうのがいると思うので、この方を頼りにしてください。で、ビジネスパートナーや職場でのパートナーが見つかった時があなたの転機です。もしくはあなたの信頼を受ける人でもいいですよ。プライベートの方に仕事の相談をしたとか、仕事の話が出てきたっていう時が転機です。ここですね、パートナーの存在。そしてルノルマンからももらっていきましょう。あなたの転機について、6ヶ月間このパートナーの存在によってどのように転機が訪れていくのか、どのようにピンチを脱出していくのか。はい、家のカードです。まずはプライベートの時間を確保してください。
ということと、仕事を振り分けていきましょう。時間の使い方っていうのもそうなんですけど、ストレス管理、時間管理、そしてあなたが昇格したのであれば、後輩や部下っていう存在がもしいる方は、その方々やあと同僚ですね、周りの方々に仕事を振る。あなたがリーダー的立場だったら、自分で全部責任とか仕事を背負いすぎないこと、周りに振り分けを行ってうまく循環させていきましょうっていうのがアドバイスです。リラックスしてくださいね。ゆっくり休む時間を取るとか、プライベートの時間充実させてください。仕事で追われすぎてしまって仕事一色とか、休みの日も仕事に行くとかっていうことにならないようにっていうのが入ってきています。このパートナーの存在によってほっとくつろげるような瞬間や居場所っていうのが新しく生まれてきます。または見直すのかもしれない。自分の自宅やあと家ですね、安心できる場所を表す、プライベートな場所っていうのを表す家のカードが出てるから、プライベートが充実していくと思います。決してプライベートに逃げるわけじゃないんだけど、プライベートが充実していたりリラックスできる場所があるからこそ、うまく回していけるっていうような気持ちになるんだと思います。大変なことも乗り越えていけるとか、そういうことが出てくると思うから、このパートナーの存在ですね。プライベートなパートナー、もしくはビジネスパートナーです。同じ職場の方とか仕事のことで相談できる方、この方が大きな転機となります。頼もしい味方がいますから、この人と一緒に職場の中で自分の居場所、ここが自分の安全な場所、ラインなんですっていう、ここの境界線っていうのがしっかりと作り上げられていくのかもしれません。頼もしいですね。そして天気のヒントとしては、数字4っていう数字が入ってきているので、4のつく日がいいと思います。もう4月は過ぎてしまっているので、見た時がタイミングなので、これを見てもうすぐ4月来るなっていう方は4月がタイミングだし、今これをリアタイでご覧になっている方はもう4月は過ぎてしまったので、あと考えられるのは4のつく日だと思います。はい、こちらを参考にしてください。そして最後にアドバイスカードもらっていきましょう。まずタロットカードで1枚出していくのと、あとオラクルカードも出していきます。心に余裕を与えてくださいね。仕事の流れが停滞するというよりは、あなた自身が煮詰まっちゃうのかなっていう感じで入ってきます。女帝のカードですね。悩んだり立ち止まったりとか、苦しいなとか思うようにいかないなって思った時ほど、少し前の自分を振り返ってください。女帝のカードが入ってます。今まで自分が歩んできた軌跡とか道のり振り返ったりとか、あの時いただいた優しさとかご縁っていうのをもう一度思い出してください。立ち止まってね、思い出してくださいね。受け取ってきたもの、恩恵っていうのがあるはずです。自分一人で悩まなくていいんだっていうふうに思ってください。いつでもあなたは周りにあなたを愛してくれる存在がいます。そしてオラクルカードからももらっていきましょう。不安にならないでねっていうことですね。失敗するよとかうまくいかないよっていうことじゃないです。余裕を持っていた方が先々のことも対処していく力っていうのもありますからね。余裕があるとまずは余裕を作ってください。これから先忙しくなるか、余裕が生まれなくなるのか、煮詰まってしまうような瞬間が訪れるので、余裕を持っていくと乗り越えやすくなります。計画、見通しも立てやすくなりますしね。体調は注意ですね。ではこの2枚からアドバイスカードもらっていきましょう。過去を悔やむのはやめて、次にどうするかを考えることです。穏やかで広々とした大海、大きな海。心とは本来そうしたものです。穏やかで広い心を持ってください。もともとあなたにはその心を持っている。忘れないで。そして過去の失敗を悔やむのはやめて、先のことを考えていきましょう。
過去にとらわれすぎない、過去の痛い思いとか苦しかったこととかにとらわれなかったりして、とらわれずに振り返るときは良い思い出とか成功したことっていうのを思い出して、そして次に進むためのステップを踏んでいきましょう。勇気っていうのをねもらっていきましょう。過去から思い出すのは失敗じゃなくて勇気や優しさです。そしてお選びいただいたオラクルカードは翡翠のカードです。このカードはもっとあなたが大きな存在になっていくというメッセージが込められています。あなたの倫理的に忠実に従ってください。あなたが正しいと思うことをやっていきましょう。そしてネガティブなことに反応しないで相手の言葉に耳を傾けましょう。誰かから何か言われたとか、それがすごく気になるとか、自分の評判どうなんだろうっていうことじゃなくて、たとえ痛いこと言われたとしても、そこの相手の言葉に耳を傾けて自分の中の殻に閉じこもらないってことですね。大丈夫っていうふうに言われて、大丈夫だよっていうふうに無理しないでね、大丈夫っていうふうに言われたってことは、あなたが無理をしているように見えているのかもしれないから、そうかもしれないっていうふうに思ってゆっくり休みを取るだったりとか、そうですね、周りの人の言葉に耳を傾ける。忘れがちになりそうになっていく、余裕がないとねどうしてもそうなっちゃうので、そんな時ほどね振り返って周りからの愛情っていうのをもう一度確かめてください。そしたらより一層あなたは大きな存在感を放っていきます。もともと注目浴びているので、もうすでにねあなたの存在っていうのは周りの注目を集めているから、だからこそなのかもしれないですよね。だからこそ完璧な自分でいなきゃいけないんだとか、みんなの前では失敗しちゃいけないとかね、そういうところを感じやすいかもしれないから、あなたらしくいられるためにもということで、プライベートを充実させる、休むっていうことを取り入れていきながらやってみてください。半年間そうしたら、余裕を持っていったら、あなたは一回り大きな存在となっています。そして半年前の自分を振り返ってると思うんですね。半年後になったら、あの時ね、半年前、春ぐらいですね、4月5月ぐらいはこんな感じでこんな成功を収めて、それから夏ぐらいには困ったこととか苦しかったこともあったけど、今それを乗り越えてもうワン段階自分がいい感じっていう風に思えるような11月になっていると思います。ぜひこちらを参考にしてください。今回は今後半年間の仕事運について見ていきました。今現在のあなたのテーマになるようなことや今後のアドバイスお付けしましたので、お受け取りいただけるところお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは今後半年間の仕事運について見ていきます。お仕事どんな風に流れていくのか、そしてアドバイスももらっていきましょう。早速今現在、そして半年後までのあなたのテーマになるようなこと、ワードをオラクルカードからもらっていきます。はい、1枚もらっていきます。エアーのカードですね。思いを紡いで受け継いでいく、そして手放しでもあります。今後6ヶ月間のテーマは手放しや受け継いでいくこと、引き継いでいくことっていうことかな。そして自分自身の歴史を紡いでいくことっていうこともテーマになってきます。そしてあとはタロットカードでもらっていきます。テーマをもらっていたので、こちらのカードから半年間の流れ、これまでの振り返り、周りの環境どうなっていくのかっていうのをもらっていきます。それでは展開していきます。
はい、カップの8、カップの9、はい、そしてワンドの10、そしてつられびと、エンペラー皇帝のカードです。はい、そしてソードの7番、そしてペンタクルページのカード、このカードでもらっていって、そして1枚だけ補足でください。そうですね、このエンペラーのカードのところに補足もう1枚切っていきます。はい、1枚もらいます。ソードのページでここは補足もらっていきます。では半年間の流れ、仕事運見ていきますね。まずは今までの振り返りを行っていきます。気持ちのリセットがうまくできたんだっていうのが入ってきていますね。あなたの中でうまく断捨離ができた、物事が切り替わったとか、転機を迎えた方もいると思います。転換期にちょうど入っていて、そして今現在自分の落ち着くべきところに落ち着いたんだとか、自分が向かうべきところにやっと到達したんだっていう方が多いと思います。あなたが切り替えて頑張ってきたからです。決して逃げることはありませんでした。その時その時できるベストを尽くしたからこその今現在があるんです。今満たされているお気持ち、頑張ってきて掴み取ったことっていうのがあると思うんです。絶対ここは掴み取ったものがあると思います。ご自身の中でうまく消化したからです。その風に感じてる方も多いと思います。自分でちゃんと頑張ってきたからだとか、今までの自分の辿ってきた道とか、切り替えてきた思いっていうのを感じてる方も多いと思うんですよね。そしてこの周りのことで補足も出していってるんですが、エンペラーです。で、そしてカップの9も入ってるので、ここを切り替わりっていうのが入ってきて、転換期でちょうど仕事が変わったとか、役職に就いたとか、昇格した、転職してもっといいお仕事に就いたとか、切り替わりで良いタイミングっていうのが入ってきてるので、あなたが人前に立つリーダー的存在になったっていう方がいると思います。その方については、あなたがトップに立ったからこそ責任感を感じてしまうとか、ここですね、これから先オーバーワークのカードになっていきます。そしてその自分が疲れてるとかっていうことを口に出せないっていうような流れになっていくんですね。自分がしっかりと頑張って責任持ってやり遂げれば、周りの人に納得してもらえるんじゃないかとか、みんなが安心して暮らせる環境、仕事ができる環境を自分の力で作り上げていくことができるんじゃないかっていうふうに感じてるか、独立したっていう方もいるかもしれない。独立した方っていうのは、自分一人が頑張ればうまくいくんじゃないかとか、そうですね、仕事に対しての責任感をすごく強く感じる。だから来る、ここですね、オーバーワークっていうところがあります。そしてもう一つは、自分は特に昇格とかしていない、転換期を迎えて嬉しいことはあったんだけど、特にトップに立つようなことをしてないよ、じゃないよっていう方は、周りからの圧を受けて責任感じちゃうようなことになるのかなっていうところがあります。確かに今働いてらっしゃる会社とか、あなたがやっている仕事っていうのは安定はしてるんです。安定はしてるんだけど、責任っていうのも同時に求められてるんですよね。上からの圧力っていうところで信頼してるんですよ。あなたも信頼してる上司とか会社の存在っていうのがあって、安心して働くことはできる。だけど仕事量が増えていったりとか、オーバーワークなんて働きすぎなんですよね。あなた一人が抱え込みすぎていくような流れなんです。そこは周りとうまく話し合いをしてバランス取っていってくださいっていうアドバイスが入ってるんですね。そうですね、周りとの
バランスですね。今回この2番をお選びいただいた方は、この6ヶ月間のテーマとして手放すことは周りとのバランスかな。そして新しい物事を始めていくためには、ある程度の手放しとか区切りをつける必要があるっていう風に、このカードがテーマとして入ってるんですね。あなたは一体どんな物語を紡いでいくのか、その自分のゴール、近々半年後のゴールっていうのを見据えてやっていくこと、何事も誠実に取り組んでいきましょう。どちらかですよね。会社が安定しているんだけどね、長く働いていきたいと思ってるんだけど、仕事量が増えて手一杯になっちゃうのか、なんかね、少し耐えていかなきゃなっていう風に感じちゃうようなことが出てくるし、かといってね、会社に不満を言いたいっていうわけでもないんだけど、ちょっと辛いかなって思いますね。その場から離れたいとか会社を辞めたいとかっていうわけじゃないですよ。なんだけど、上司から言われた仕事をこなすのがちょっと苦しい、精一杯だなっていうふうに思っちゃったりとか、夏秋ですね、今これをリアタイでご覧になっている方は11月までの流れなので、どうやって周りから協力もらおうかなとか、周りとのモチベーションの違いだったりとかね、周りが何かと騒がしかったりもするんですよ。もしくは自分一人でやらなきゃいけないっていうね、一人で抱え込む仕事の量が多いのか、みんなでやるんだけどみんなとのモチベーションの違いがあって、誰々さんはこう言うし、あの人はこう言うしっていう感じで、どっちに向いていけばいいのかなとかね、そういうこともあるし、準備が整わないとかっていうこともあるし、でも上司はこうやってやってくるからどうしたもんかなっていうことにもなってくるということで、周りとのバランスを考えるっていうことが一つ。あなたがもしトップの立場であれば、周りにどう仕事を振り分けていくかとか、自分の責任をどこまで持っていくのかっていうところ、どこまで答えていくのかっていうところとかをすごく感じやすい。これは立場によって変わってきます。どちらかでお受け取りください。総じて言えるのは、仕事量が増えて少し疲れちゃうかなっていうところと、そのエネルギーをどんな風に使いこなしていこうかなっていうところです。はい。では、どうすればもっとより良くなっていけるのかなっていうところももらっていきます。あなたの今後6ヶ月間転機になるようなきっかけもらっていきましょう。どのタイミングで転機を迎えていけるか、好転ですね。好転するための転機。もしあなたがトップの立場にいたとしても、部下とか周りの人とか取引先とかの顔色を伺いすぎることなく、あとそしてたくさんの仕事量がやってきたとしても振り分けてください、うまく。そして逆に、あなたが上司から頼まれ事をして仕事量が増えていった場合っていうのも、自分一人で抱え込みすぎずに、周りの人に協力をもらったり、周りとのモチベーションの差を感じてうまく馴染めないっていう時でも、決してそこからあなたは逃げ出すことをしないんですよね。頑張り続けるんです。その気持ちっていうのがいずれ周りに伝わっていくので、どんな時でも誠実な気持ちでっていうのはここで入ってきています。転機となるようなきっかけです。スイーフ、掴みたいものを掴みましょう。掴みたいものを掴む時が転機。そして、待ってくださいね。ルノルマンからも1枚もらっていきましょう。少しここと似てますね。あなたが今やりたいことありますよね。これから先に向けて、またはこれから先出てきます。今十分満たされているので、これからですね、来月以降、あなたがこんなことで悩んでる、こんなことが苦しくなってきた、仕事量が増えてどうしようって思った時、あなたが自分でやりたい方向性、こういう風にしてやりたいなって思うことが必ず出てくると思います。自分一人で決めてやっていきたいとか、あとは周りとうまくやっていけるためにはこの方法しかないとか、何か自分の中で方法っていうのを見つけるので、その時が多分転機。それをうまく掴み取ってくださいっていうことです。調和のカードです。有利のカードだから、やはり周りとのバランスや調和っていうのがとても大事になってくる。周りの人が
そうですね、あなたがトップかそれとも上司の存在かどちらかにもよるんですけど、総じて言えるのは周りとのバランスですね。そして誠実な気持ちで取り組むことです。あなたは絶対逃げない。逆に取り組もうって頑張りすぎちゃう。その中で逃しちゃうこともあるんだって、全部を全部今まで通り手に入れることができないことも出てくるっていうのが入ってくるんですね。うまく自分が工夫してやっていけば全てねこぼさず取りこぼしがなく進めていけるんじゃないかって思っているんだけど、どうやらそうも言ってられないような事柄が出てくると、自分の力だけではコントロールしきれないような、例えば仕事量だったり内容だったり周りとのバランスだったりとかで、本当はこうしたいんだけどうまくいかないなとかね、疲れちゃうなとかっていうことが出てくるので、取りこぼしたことに関してはそれはそれでいいんだっていうふうに思ってください。とっても大事だっていうふうに思うものだけを掴み取ってくださいねっていうふうに出てるんですね。全部取りこぼしがないようにって思う必要ないよって、自分が大事だなって思うことや紡ぎたいって思うこと、自分のストーリーっていうのを完成させるために必要なものだけを取りこぼさないように手にしておいてくださいっていうことです。あなたはとても賢いので努力家だしね、器用なんですよ。器用なんだけど、この先だからこそね生まれてくる仕事量ですね、ここ仕事の量が半端なく増えていくので、あなたを信頼するからこそ任される仕事っていうのも出てくるからね。本当は逃げ出したいですよ。本音を言えばね、投げ出したい時もあります。休みたいなって思う時もあるんだけど、本音をそのまま行動に出さずに、あなたは周りのことや自分のことを考えて頑張り続けるんじゃないかなっていうのが出てきています。頑張るっていうのが出てるので、あとはね、調和ですね。周りとの調和、そして誠実な気持ちを持ち続けること。初心忘れるべからずっていうカードが最後に入ってきています。ペンタクルページです。何事も大事にゆっくり育んでいこう。夏ぐらいですね。特に折り返し地点としてちょうど3ヶ月後ぐらいが転機となってくるので、もう一つこれは、ラッキーナンバーでもらっています。30です。だからもう完璧に何月じゃなくて30日ですね。月末のあたり、これが毎月の月末のあたりっていうのが都度入ってくると思いますから、月末ポイント押さえておきましょう。1ヶ月の振り返りを行うのも月末がいいと思います。絶対に手放したくないものだけはしっかりと手に取っておきましょう。そして振り分けてもいいものとか、誰かに任せても大丈夫そうなものは誰かに任せてうまく話し合いをしていくといいと思う。自分で決めて自分で動くってことも必要なんだけど、トップに立っている人も、あと上司から何かを任されている人も共通しているのは、困った時とか苦しい時は自分一人で決めて動かないこと、誰かに相談するとか、調和のカードが入ってるから、周りとのバランスをうまく見ながら進めていってください。少しずつゆっくりと。そしたらあなたのお給料っていうのも上がっていくし、立場ももっと上がっていきます。トップじゃない方はね、これから先の昇進っていうのも望めるので。それでは最後にオラクルカードからアドバイスカードもらっていきましょう。常にあなたの心がバランス取れていることっていうのがとても入ってきます。努力家っていうのが入ってくる。責任感が強くて努力家なあなた。そして不正を許したくないですよね。自分の不正も嫌だし、周りがもし不正なことするんだったら、なんかずるいことするんだったら、それ許せないっていうふうに思うと思うので、例えば誰かを仲間外れにしていたりとかするのも見るのも嫌だし、噂話とかもあんまり好きじゃないし、誰かが例えば仕事中にずる休みしていたら、それもなんか嫌だなって思うし、自分もしないしね。それぐらい責任感が強いんですよ。情熱もある。仕事に対して情熱もあるから。ただ情熱と責任感だけねずっと持ち続けてると、どうしても疲れちゃう時ってあるじゃないですか。
うん、だからね、時々立ち止まることも必要だよっていうのは出てきています。立ち止まるっていうのはズルするとかじゃないですよ。そういうこと、あなたが嫌がることをしない。それはもう徹底してそれをやってください。時々立ち止まってゆっくりと物事を進めることだったりとか、冷静に物事を見つめ直してみることっていうのがところどころ、特に月末かな、入れておくといいと思います。つまりは振り返りっていうことですね。あともう一枚タロットからカードをもらっていきます。視点を変えてこちらのタロットからアドバイスカード。今から1ヶ月後、もしくは毎月月末のあたりに転機が訪れてくると思います。毎月毎月目標がある方もいるかもしれないですね。ただこの流れで見ていると、半年以内に転職するとかそういうことはないと思います。今の場所で頑張り続けるっていうのが出てきていますから、そしてソードのクイーンも入っています。やはり周りの声に耳を傾ける、周りの状況をよく見ることとか、自分の目線だけじゃなくて視野を広くする。もともと広いんですよ。企業だからね、あなたが忙しくなればなるほど振り分け作業っていうのがとても大事になってくるよっていうのが出てきてます。時には素早く振り分けしたりとか、じっくり検討して答えを出すとか、器用なあなただからこそできることです。それがポイントかな。アドバイス、これからの好転アドバイスとして入ってきます。あんまり頑張りすぎないでくださいね。それだけは入ってるかな。そしてメッセージをもらっていきましょう。うまくでもこなしていけると思います。どんなに仕事量があったとしても、うまく振り分けて自分の中で有効に活用していける。周りの人もそうだし、仕事量も分割してやっていけるとか、あとところどころ自分でも休憩入れたりしながらやっていけると思うので、注意するところは頑張りすぎないこと。人一倍多分頑張りすぎちゃう傾向があるんだと思います。だからあなたの中では頑張ってる、そこまでね追い込みすぎてないって思うかもしれないけど、周りの人から見たら、いやそれ結構すごい頑張ってるよって、半端ないよっていうふうに思われてると思うので、そういう時はね、誰かに言われたら、あ、そうかもっていうふうに思って、ちょっと休みところどころ意識的に入れるのがいいのかなと思います。ではアドバイスカードです。欠点を克服するために、まずありのままの自分を認めてあげましょう。相手を敵とみなせば、相手からも敵とみなされます。調和ですね、ここね。自分が嫌だなって思ってる相手、自分が思ってると同じことが返ってくる。因果応報ですね、返ってくるっていうことで、相手にしない。嫌だなとか、ちょっと鬱陶しいなって思うことがもしあったら、そこはあまり鵜呑みにしない、噂話程度だなっていう感じで軽くも流してバッサリとね切り捨てていきましょう。そしてありのままの自分を認めるっていうカードが入っていますね。どうかな。頑張りすぎちゃう自分、そんなことないよって思ってますか？でも本当に頑張りすぎなところがありますからね。そういう時は頑張りすぎてること自体がね楽しいって思う時もあるんですよ。そういう人って、頑張りすぎちゃう人って、そういう時はどこかでねブレーキかけてあげないと、体のどこかが悲鳴上げちゃうとかっていうのが出てきちゃうから、なのでね、楽しいって思っている時ほどこのタイプの人は振り返りが必要なのかもしれないなと感じました。ではお選びいただいたタイガーアイからメッセージをもらっていきましょう。自分の中の恐れを克服していくというカードです。人間誰でも恐れというものはそれぞれ感じています。あなたにも恐れ感じていることがあると思います。取りこぼしたくないとかね、この転機っていうのを生かしていきたいとか、手放したくても手放せなかったもの、うまく切り替えてやってきたつもりなんだけど、実はそうじゃなかったんだっていうことに気がつくのかもしれません。それはね、恐れです。あなたが恐れていること
で、みんな恐れってそれぞれ持ってるんだけど、じゃあどうやってね、成功をつかみ取る人とつかみ取らない人の違いがあるのかって言ったら、成功をつかみ取る人っていうのは、恐れに対して逃げずに立ち向かって行動に起こして、自分自身の恐れを乗り越えていく人が成功をつかむんです。恐れに立ち向かう自分自身のね、恐れを克服する人が成功をつかむ。ということで、そのようなメッセージがこちらのカードから入ってきています。自分自身の恐れを克服して成功を引き寄せましょう、つかみ取りましょうっていうカードですね。そうしたら6ヶ月後、あなたは今よりも豊かさというもの、成功というものを引き寄せていると思いますので、そう、一つはね、頑張りすぎないっていうことと、そうですね、あとは調和ですね。バランス、調和。そして自分自身の中に本当は恐れがあるはずです。そう、手放したくないもの、実はそれは恐れから来てるものだと思います。それを手放すことによってより良い自分になっていくと思います。より良い仕事運になっていくと思うのでね、煮詰まりすぎないことっていうのが入ってますから、ぜひこちらも参考にしてください。今回はこの動画を見たタイミングから6ヶ月間の仕事運の流れを見ていっています。お仕事のね、参考になれば幸いです。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは今後半年間の仕事運について見ていきます。よろしくお願いします。早速オラクルカードを使って今、そしてこれから半年間あなたのテーマになることもらっていきます。ではもらっていきます。ギャンブラーのカードですね。そうですね、ロス、リスクというのがあるので、損失やリスクを負うこと、責任っていうのがね、テーマとして入ってくると思います。では早速今から半年間の流れ見ていきます。約束事や賭け事ですよね。一か八かの賭けに出るとかね、そういう大勝負っていうのも入ってくるかもしれない。その時って大勝負って失敗するか成功するかじゃないですか、ね、当たりか外れかっていうところで、あなたが何かにかけるっていうこともテーマとして入ってくるのかもしれません。失うのか得るのか。まずは半年間の流れ見ていきましょう。ペンタクル5番です。もうすでに失ってるよっていうねのが出ていますね。損失を表すカード。そしてカップの4番です。ちょっと辛かったなっていうのがありますね。ワンドのエースです。カップのキング、エンペラー、タワーのカードですね。はい、もう1枚です。ソードのキング。この7枚でもらっていきます。まずあなたの中では予想外の出来事があったっていうのが、少し前の出来事とか今までのことを振り返っていると、それによって失ったものがあるとかね、今現在お仕事を新しく探されている方もいるんじゃないかと思うし、転職を考えている方もこの場合ねいるかもしれません。自分の中ではショックな出来事があったんだって、驚いた、いきなりの出来事だったとか、そうですね、助けを求めていたっていう過去が見えています。あなた自身も動揺しちゃったりとか、どうしよう、これから先どうしたらいいんだろうって先行き見えないとか、何もかもつかめないとか、まさにリスクですよね。リスクを負うようなことがあったっていうのが入ってきます。ここでもし一か八かの賭けに出た方っていうのは、その賭けに乗れなかったっていう風に入ってくるかな。もしくはこのよ
ような出来事があったから、もう自分が一か八か何かの賭けに出なきゃっていうような状況が今訪れてるのかもしれないし、今現在も振り返りを行っていると、今の現状じゃ満足いかないなって不満足なんですよね。どんなことがあっても自分現状どうにか変えたいとか、なんか退屈っていうのが入ってくるんですね。ままならない、自分の思う通りにならないとか、いろんなことあったからもうどうでもいいやって思ってるような気持ちに近いのかもしれないですね。いろんな人が関係してきたんじゃないんでしょうか。あなたの今の現在のあなたの状況をそういうふうにしてしまった原因っていうのが対人関係にあるように感じます。特に上司の方だったりですね、会社そのものかもしれませんから何か言われたとか、トラブルに巻き込まれたとかね、あなたとしては予想していなかったようなことが突然訪れたので、もうどうでもよくなっちゃったっていうようなお気持ちです。失ったものも多いしね。それは周りの人も関係してくるんじゃないかなとも思います。今まで安定してきたものが崩れ落ちてしまったような気持ちっていうのが今出てきています。じゃあこれから半年間どうなっていくのって言ったら、これから先良くなっていくので、苦しいのはもう終わったんだよってことは出てきています。だからもう終わりですよ、安心してください。これから先変わっていきますから、流れがまた新しく始まっていきます。新しい始まり、モチベーションが高まるっていうカードが入ってるから、例えば転職を考えている方だとしたら、今の会社に満足いってないからね、新しい勤め先が見つかると思います。新しい始まりが出てくるからね、環境そのものが変わると思います。自分自身ももっといい環境で働きたいって思いますしね、不安定なところにいてどうなるかわからないっていうような場所で働くぐらいだったら、もっと安心して安全な場所で心地よく働きたいって思ってるし、人からの優しさっていうのも受け取りたいっていうのもありますからね。自分の経歴を生かして転職するとか、今までの自分の経験を生かした職業に就きたいっていうふうに思っている方多いと思います。では転機となるきっかけもらっていきます。どんなことがあったら転機として捉えていくのかっていうことで、失礼しました。返しまっていきます。どんなことが起きたらこれが転機のサインだっていうふうに思うのかっていうね、そのサインをもらっていきましょう。まず転機になるようなことです。清水のカードで思いついたら即行動っていうのが出てきています。これはきっかけなので、あなたのモチベーションが高まった時とか、あれやってみたい、あの場所で働いてみたい、こういうことやってみたいっていうのをふっと思いついたらすぐ行動に起こすこと、これが転機です。行動を起こしたくなると思います。これから先、今全然そんな気持ちにならないんだけどっていうふうに思ってる方多いと思うんですけど、パッと自分の中でひらめいてくるんです。やりたくなった、これやりたいって思えるようなものに出会えたとか、そうなったらもう即あなたは動くと思います。決めるのが早い、動くのが早いと思うので、これが転機ですね。まさにあなたの心に情熱を灯すような出来事が訪れるか、もしくは働きたいと思えるような環境が訪れる、出会えるので、すぐ飛び乗っていけると思います。出会ったらとか思ったらすぐ行動に起こすこと、これが基地ですっていうのがまず出てきています。そしてルノルマンから具体的な数字ともっと詳細にもらっていきましょう。鉄は熱いうちに打てということなので、すぐ思い立ったらすぐ行動しなさいっていう風にね、カードが出てるんですよ。またそのような流れにもなっていくしね。9です。9月です。9月が
天気ですね。まだまだ先じゃんっていうふうに思うかもしれない。今これをご覧になってるのがちょうど5月入ってからだから、6ヶ月間っていうと11月までの運勢なんですね。でリアタイでご覧になってない方は、これを見たタイミングで9月が近かったら9月がタイミングで、9月を通り越していたら9のつく日がタイミングだと思います。でも今これはリアタイでご覧になっている方は9月として捉えます。なので4ヶ月ぐらい先なので、いやまだまだ先だよねっていう風になっちゃうかもしれない。でもこれはすごく大きな転機です。あなたにとっては今の現状では考えられないようなビッグチャンスや幸運っていうのが訪れる、もたらされるものなので、これをぜひ生かしてください。今までの経験が新しい形になって、今までこうやってやってきたんだけど、その経験を生かしながらあなたの才能をもっと発揮できるようなチャンスが訪れると思うので、それをぜひ掴み取ってください。というか掴みます。大丈夫。作り上げていくことができます。受け取りましょう。受け取って行動しましょうっていうのがもう出てますね。ガラッと変わります。ではそうですね、もう少しビジョンを変えてみていきましょう。こちらのタロットカードからもらっていきます。ぜひこの天気をものにしていきましょう。始まっていきますからね、動いていきますよ。そしてものにする力もあるから、9月以降あなたの動き、生活、仕事ガラッと変わると思います。今たとえすぐ動けないとか決まらないとか変わらないと思ってたとしても、9月には変わります。早い人だと9週間後だから2ヶ月先ぐらいで変わると思います。はい、見ていきましょう。もう少しねビジョンを変えていきます。強行のカード、そしてもう一つこれジャンピング採用でカップのナイトですね。落ち着いて、今いろんなことを考えていたりとか、欲しいものありますね。形じゃないです。形じゃないものを優先していきましょう。これがアドバイス一つ目。あなたが今欲しいものは人からの愛情だったり優しさだったり、かけてもらう言葉じゃないかな、誠意が欲しいんじゃないかなと思います。私自分が届けたいものっていうのもありますしね。今は形じゃないんだって、形を求めていないっていうのがあり、形を求めていないっていうのに出てますね。成功を収めたいとか、収入上げたいとか、いい仕事つきたいとか、形、目に見えるものじゃなくて目に見えないところを今あなたは求めているし、っていう状態かな今はね。またゆっくりと落ち着いて取り組んでいきたい。焦ってないんですよね。焦って何とかしなきゃっていう時期はもう過ぎました。今はもう投げ出したくなっちゃうような気持ちに近いかな。どうでもいいやっていう風に、だって変わらなかったから、頑張っても頑張っても変わらなかったから、受け入れるしかなかったし、失ったものもあったし、もうどうでもいいやって思うような気持ちから立ち直れるようなことが訪れます。どういった瞬間に訪れるのかって言ったら、もう間もなく訪れますね、これは。そしてそれは誰かの話を聞くっていうのが入ってくるんです。あなたがいつも聞いてるような場所か、もしくは仕事の話が舞い込んでくる可能性があります。お友達やご家族から仕事を紹介されるって可能性もすごくあるし、あとはあなたが講演会とか興味があるなと思って行った場所とか、興味があるなと思って視聴したテレビや動画からヒントが出てくるっていう風に入ってますね。もう間もなくなんですよ。早い方だと5月中にこれが訪れます。5月下旬までには訪れるかなと思いますね。本当に早いかもしれない。ですが、物事が大きく変わりだして形となっていくのは9月です。早いと 2ヶ月後なので7月ですね。7月ぐらいには形となって現れてくるかもしれません。目に見えなかったことをあなたが重視することによって、そこから受け取るものが出てきて、それを感じ取って形にしていくというような流れになっていきます。思い立ったら即行動っていうのがここまずすごく大きく入ってきてるから、今はうまくいかないとか
なんとなくね、もうダメなんじゃないとか、そんなことあるわけないよっていう風に諦めモードなんですけど、バッドモードからグッドモードに入っていきますから、ぜひこのチャンスを生かしてください。誰かのお話を聞くっていう可能性が高いかな。紹介とかっていうのもあるんですけど、お話いただくとかね、新しいお仕事を紹介してもらうっていう可能性もあります。信じてください。大丈夫。誰かから話を持ちかけられたら、それに乗っても大丈夫です。転機となるのは9週間後、もしくは9月です。アドバイスをもらっていきましょう。欲しかったものが手に入るのはもう今月中ですね。5月の末までにはあるんじゃないかなと思います。気持ちの切り替えや気づきっていうところですね。そしてこちらからももらっていきます。過去に今のお仕事のことでいろいろあったのはあなたのせいではありません。なので自分のことを責任感感じすぎないでくださいね。環境の問題だったのかな、または不慮のというか思いがけない出来事だったんだと思います。そして上司や社長や会社の方から何かいろいろ言われたこともあったんだけれどもね、でもそれはもう過ぎ去ったことなので、これから信頼できる方、特に年上の方、目上の方っていうのを注目してください。その方からの紹介っていうのがあると思いますか、もしくは目上の方の演説や講演とかを聞くことによってヒントが入ってきます。はい、ではメッセージをもらっていきましょう。焦らずに一歩ずつ前進すればいいのです。あなたの心の底に流れる温かい心に従いなさいというカードですね。焦らず一歩ずつ進むこと、そして心の中の温かい感情を大切にしてください。誰かから受け取る優しさとか言葉っていうのもそのまま受け取ってください。少し前まで嫌なことあったからもうなんか人を信じるの怖いなとか、仕事をやる気起きないなっていう方、モチベーション下がってる方いらっしゃると思うんですけど、もう一回頑張ってみようとか、新しいところで心機一転やってみようっていう風に思えることが出てくるので、ここに打ち込めるよっていう風に出てきています。大丈夫そう。ソードのキングも出ていますから、あなたがしっかり決めて動いていけるっていうねのも出てきてますから、今の流れからガラッと変わります。はい、大きな転機ですね。それではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。こちらですね。ブルーレースアゲート、心を鎮めるというメッセージです。まずリラックスしましょう。心と体が休息を求めています。心が穏やかでいられるような環境や居場所づくりをまず今取り組んでください。そして心を落ち着けた後、静かで平穏な空間を作った後に、またここね、心が燃え上がってくるような出来事っていうのが訪れます。これは自分で生み出すんじゃなくて、これギフトのカードが入ってるので、誰かからもたらされることがあります。これをきっかけにガラッと変わっていくので、今は静けさっていうのに集中してください。瞑想するのもいいです。ぜひこちらのメッセージをお受け取りください。今回は今この動画を見たタイミングから6ヶ月後までの仕事の流れ、仕事運を見ていきました。お受け取りいただけるところあればお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。今回はお仕事について見ていきました。今この動画を見たタイミングから半年間の仕事の流れ、仕事運を見ていっています。個人的には私は仕事人間なので、自分がもし占い動画を視聴するんだったら仕事運とかについて見るかなと自分の中で今イメージしています。はい、私はね、仕事人間、仕事大好き人間なんですよ。はい、ということでね、皆さんはいかがでしょうか。私のチャンネルでは仕事の動画よりもどちらかというと恋愛の動画の投稿が多いですし、恋愛の方がね人気なのかなっていうイメージはあるんですけど、
個人的には毎月の運勢だったり仕事運を見るのが好きですね。では今回はこのチベット構想のオラクルカードから3択でメッセージをもらっていきましょう。今転機となるようなこととか訪れるタイミングとかも見ていったんですね。ですがどうしましょうね。半年後のあなたからのメッセージとしてもらっていきましょう。半年後あなたが今のあなたに伝えたいこと、3枚もらっていきますから、ここからお好きなもの1枚お選びください。はい、この中から1枚お選びください。直感で構いません。心に残るメッセージをお受け取りください。選びきれないなっていう方は3枚全部ご覧いただいて、その中でピンとくるものをお受け取りいただくことでも大丈夫です。はい、ではよろしいでしょうか。今回は右をお選びいただいた方から見ていきます。こちらです。半年後のあなたからのメッセージです。すべてを即決する必要はありません。よーく考えることができるはず。はい、というメッセージです。今のあなたへ伝えたいメッセージ。じゃあ左からいきましょうか。次に左をお選びいただいた方です。こちらですね。半年後のあなたから、今日は自分の心に向き合う一日にしましょう。はい。では真ん中をお選びいただいた方です。半年後のあなたからのメッセージです。評価や見返りのために人の役に立とうとしてはいけません。この3枚をそれぞれお受け取りください。どのカードをお選びいただいたでしょうかね。急いで決める必要なくてよく考えてっていうカード、そして今日っていう一日は自分の心に向き合ってみよう、忙しかったんじゃないかな。そして真ん中の方は周りのことを考えたりとか自分への評価っていうのを気にしすぎたりしなくていいよっていうことですね。お仕事それぞれ様々な形とか形態も違いますし、ゴールデンウィークも仕事だよっていう方もたくさんいらっしゃると思うんです。で、日々あなたのお仕事が周りの生活の役に立ってる、誰かの役に立ってるっていうことを忘れずにいてください。あなたの頑張りがこの生活を支えてるんです。みんなの生活を支えてるし、自分自身の生活も支えてますよね。仕事と生活ってどうしても切っても切り離せないものだから、でも悩んだりとか立ち止まったりすることありますもんね。生活の大部分を占めていますから、どんな仕事をしていこうかとか、何を生かしていけばいいのかとか、たくさん悩むこともあると思うんですが、ぜひその中でもより良い環境っていうところを目指してやってみてください。環境大事ですよね。やっぱりね、環境で大きく変わってくるので、これから新しい環境に身を置くよっていう方もいると思いますし、今のところで頑張っていくよって方もいると思います。そうですね、今度ね、仕事のことをリーディングする時のリクエストとかもしあれば、仕事のことに関しては、仕事をテーマにしたリーディングに関しては、今回この動画でリクエストを受け付けます。メンバーさん以外でも大丈夫。仕事こういうこと気になります。例えば転職だったりとか、どうしようってことでもいいし、今の仕事でどんな評価もらってるのかな、気になりますでもいいです。仕事のことについてのリクエストを受け付けますので、ぜひこれをっていう方がもしいらっしゃいましたらコメントで書いてください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。